今回は等々力陸橋は逆走自転車を生みやすい構造だという動画です。今見ていただいている映像は目黒通りから右折して環八通りに行こうと信号待ちをしていた時にドライブレコーダーが捉えた逆走自転車です。リアカメラに切り替えて後ろから1台の自転車が来ているのがわかるでしょうか。学生さんのようです。分かりづらいですが、このゼブラマークのところまでは違反ではなくキープレフトで逆走ではありません。それが正面の映像に切り替わると目黒通りを逆走することになっています。横断歩道が赤にもかかわらず逆走のまま進んでしまいました。この逆走部分だけ切り取ると暴走自転車許すまじというよくある YouTube 動画になりますが、ここの目黒通りを自転車で進んでいると等々力陸橋のところで知らず知らずのうちに逆走してしまうというトラップがあるというのをこの後実際に見ていただこうというのが今回の映像の趣向です。先ほど見ていただいた逆走ポイントが今赤い点線で表示している場所です。目黒通りの等々力陸橋と環八の等々力不動前交差点の間です。この場所にたどり着く道順を説明するために左上の地図と映像が連動しています。陸橋の入り口に自転車及び軽車両通行止めの標識があるので、自転車は陸橋を通行できないので側道に進みます。この等々力陸橋の下道はまっすぐ通貫しておらず、東急大井町線で分断されているため、陸橋下の交差点で右に行くか左に行くかしかありません。左方面は住宅しかなく閑散としており、右に行くと等々力駅前になるため商店などが目立ちます。初めて通る方は自然と右の方に行こうとするのではないでしょうか。等々力駅前の交差点を左折して元の方向に向かいます。大井町線を越える踏切があります。自転車も一時停止して進みます。踏切を越えてすぐに信号のない横断歩道があります。駅前なので横断する歩行者が必ずいるだろうという運転が必要です。ここで坂を上りきると目黒通りが見えてきます。坂を上って息切れをしながら考える必要があります。目黒通りには戻りましたが、行きたい方向とは逆側に出たことになります。ここに下り方面に行く横断歩道はありません。ここで閉まったと思い行き止まりかと焦った状況で目に入るのが車両進入禁止の標識の下の自転車を除くの文字です。よし、ここは行けるぞと進んだのが先ほどの映像につながります。ここはまだ自転車を除く一方通行なのでキープレフトで進んでいます。ところが目黒通りの本線に入って進んでしまうと幹線道路で逆走となってしまいます。気づいた時にはもう遅く、対向車がどんどん来ています。やばいと焦っている感じが見て取れるでしょうか。歩道の信号が赤ですが止まることもできずに進むしかないという状況です。こうしてみると自転車だけを責める感情も収まるのではないでしょうか。ここでの正解の進み方を実践してみます。目黒通りに出たら一旦車と同じ方向に戻る感じで右に行きます。陸橋には進まず側道を進みます。ちょっと戻ることになりますが、陸橋下に反対側に行ける道があります。ここで U ターンして側道を駆け上がると目黒通り下り方面の本線に戻ることができます。ただしこれは事前に知っていないと進むことができない経路ですね。地元の人や毎日ここを通勤通学で通る人ならば、実は陸橋下をまっすぐ進めるスロープ付きの階段があることを知っています。先ほどの陸橋側道から見える階段には自転車用のスロープがついていないですが、自転車乗り場を入ったところの反対側の階段にはスロープがあり、自転車を降りて
押して進めば大井町線を越えて向こう側に行けます。階段を押して上がることになりますが、等々力駅前の人混みを避けられるし、開かずの踏切で大幅にタイムロスしてしまう心配もありません。特に朝夕の通勤通学ラッシュ時間などはいつも同じ時間で行けるこのスロープで等々力陸橋を越えていくのがスマートな通勤ニストではないでしょうか。この動画により初めてここを通る方が逆走になってしまうことを避けられたらいいなと思っております。